皆様、こんにちは。ミニマリストリーです。今日も音声によるラジオ形式でお届けします。まだまだ暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。皆様におかれましては、日々捨て活頑張っていらっしゃる方が多いと思いますが、こう暑いと掃除も捨て活もなかなかやる気になりませんよね。でも物が少ないと掃除が本当に楽だし、ちょっとでも散らかっているとすぐに気づいてすぐに片付けることができるし、心の負担が減りますよね。物が少ないって本当に気持ち的に楽だと思います。最近使ってないなとか、持っていることさえ忘れていたなというものはどんどん手放していきたいものですね。気分もすっきりします。でも絶対に捨ててはいけないもの、ものすごくよく考えてから手放すべきものっていうのもあります。今日はそのことについてお話ししたいと思います。このチャンネルは物が多くて家が片付かなくて困っている方に向けたチャンネルです。物を上手に手放して家をすっきりさせるためのお話をいろいろしております。チャンネル登録していただいたりコメントをいただけたら嬉しいです。最近の物価高、本当に困りますね。何でも値段が上がっていて買い物するにもすごく慎重になっちゃいますよね。無駄なものは絶対買いたくないっていう気分になります。今あるものをちゃんと使って必要なものだけを買うという感じに自然になってきますよね。これはミニマリスト的にはいいことなんですが、例えば食材でも使っていなくて余らせているものはないかチェックして、それを使えるようなメニューを考えたり、なるべく使い切るという方向性になってきました。そうすると置き場所にも余裕ができたり、結構いいこともあるなとポジティブに考えるようにもしています。家もすっきりするし、消費している、無駄にしていないっていう気分になって嬉しくなりますよね。そんな感じで日々手放したり捨て活をしてすっきり生活を目指していますが、捨て活を極めて家をすっきりさせたいがあまり、思い切って捨てすぎてしまったり、捨ててはいけないものを捨ててしまったり、捨てて後悔してしまうということもあります。絶対に捨ててはいけないもの、よく考えてから手放すべきものっていうのがあるんですね。捨て活は勢いがつくとどんどん捨てたくなってくるし、捨てるのが楽しくなってきたりもします。アドレナリンとかドーパミンが出て、捨てるっていうこと自体が快感になってくるんですね。でもここで注意しないといけないことがあります。不要なものや使っていないから手放したいと思っているけど、長年もったいなくて手放せなかったもの、これは手放すべき、捨てるべきものなんですが、捨ててはいけないもの、手放してはいけないものというのがあります。今日はそのお話をしたいと思います。では早速始めます。1、写真やアルバム。捨て活に勢いがつきすぎてしまって、きっと今後も見返さないし、場所を取るから、と言ってアルバムや写真を処分してしまう人もいるかと思います。でも、アルバムや写真の捨て活には慎重になりましょう。過去の思い出をふと見返したくなった時とか、人に見せたい時、昔の写真は二度と撮り直せないからです。大量にある同じような写真を整理したり、ネガティブな思い出がある写真は処分してしまっていいと思います。でも、思い出の写真やアルバムはよく考えてから処分しましょう。本当に好きな写真だけきちんとアルバムに整理していつでも見ることができるようにして、あとはスキャンしたりデータにしてクラウドに保管しておくという方法がおすすめです。2、本も場所を取るので捨てたくなりますが、よく考えましょう。絶版になっている本は要注意です。絶版になっていると古本屋でも入手困難です。私も以前古本屋に数々の楽譜を売ってしまったんですが、今になって買おうとしたら
かなりの高額になっていて、とっても買えず、とっても後悔しています。絶版になったものは復刻版もなく、もう二度と手に取れない本もあります。データ化して公開されている古い書籍はありますが、必ずしも全ての本にデータ版があるとは限りません。捨てる前にその本の希少性をよく調べて、自分が本当に気に入っている本かどうか、絶版になっていないかどうかを確認することが重要です。3、手紙やはがき。手紙やはがきには思いが詰まっていますよね。いただいた手紙やはがきを捨てるってなんだか申し訳ないような気がしてしまいますよね。でも手紙やはがきを送ってくれた時の思いは十分に受け止めたし、感謝もしていると思います。思い出は大切かもしれませんが、罪悪感を感じないで処分してしまっていいと思います。ただ手紙やはがきには相手の連絡先が書いてあることがあります。住所があの手紙に書いてあったのにということがよくあります。捨てる前にスキャンしたり、携帯で写真を撮ってデータ化するか、住所データを携帯のアドレス帳に入力しておけば安心です。4、家族のもの。自分以外の所有物や自分を含む複数人で所有している共有物を勝手に捨てることは捨て活の NG 行為です。自分以外のもの、例えば親子やパートナーなど身内の人や同居している人のものも捨ててはいけません。自分のものを処分していると家族の持ち物まで気になり始めますよね。例えば大量の不要品を捨ててくれない、いつもぐちゃぐちゃ、邪魔、散らかっている、片付けてほしいけど片付けてくれないというのはよくあることです。でも捨てる基準は人それぞれです。勝手に家族のものを捨ててしまうとトラブルの元です。基本は捨て活の対象は自分の持ち物だけです。共有スペースに置いてある荷物や共有物については必ず事前に確認してから捨てる、きちんと話し合って捨てる基準を決めるなどルールを共有してトラブルを避けましょう。どうしても捨てられないなら公共のスペースには置かないで自分の部屋にまとめてもらうなど話し合って平和的に解決しましょう。5、重要な書類。溜め込んでいる書類を整理するのは大切ですが、書類は気をつける必要があります。各種証明書や契約書、経理関係の重要な書類は捨ててしまうと再発行の手続きに時間や手間がかかったり、困った事態に発展したりすることがあります。例えば不動産や銀行関係の契約書とか証明書とか保険や年金関係の書類などは捨てないで保管しておきましょう。むやみに処分してはいけません。重要な書類っていつも見るものではないですよね。なので種類別にファイルに分けて決めた保管場所に収納しておきましょう。普段あんまり邪魔にならない場所に収納して保管しておくのがおすすめです。不要な書類と重要な書類が混在して積み上がっていると書類の整理は頭が痛くなりますが、一回時間をとってきちんと仕分けして必要な書類だけをきちんとファイリングしておけば後々楽だし、いざという時に困らないで済みます。6、コレクションの品。昔好きだった何かを一生懸命集めたコレクションを持っている方もいらっしゃいますよね。趣味で長年集めてきたコレクションも簡単に捨てない方がいいと思います。アンティークとか古いレコードとか収集すること自体も楽しい趣味です。でも今はもう興味を失っていたり置き場所を取りすぎているから捨ててしまおうかなと迷っている場合もあるのではないでしょうか。ここで考えるポイントは
自分がどのぐらい大切に思っているかです。捨て活が流行っているからといって生きがいとか思い出を捨ててしまう必要はありません。しかもそれが限定品だとしたらもう二度と買えないし、後からまた手に入れることがすごく難しくなる可能性もあります。大切に思っているものを無理に捨てる必要はありません。将来価値が出そうだから取っておくという方もいるかもしれませんが、コレクションの品が高く売れるということはあんまり期待しない方がいいかもしれません。中古品店に売った場合でも2足3本にしかならないことも多くて、オークションサイトに掲載すれば売れるかもしれませんが、商品写真を撮影して説明の文言を書いて出品して購入希望者とやり取りをして発送をしてという手間を考えると割に合わないことが多いようです。売れるまで時間がかかるし、いつまでも家にずっとある状態になりがちです。もう手放したいと思っていてオークションでの販売を考えているなら今すぐ行動しましょう。いつかやるというのは禁物です。7. 手帳や日記。近頃はスマホとかアプリでスケジュール管理したり連絡先を管理することが多くなりましたよね。紙の手帳を使う人は少なくなってきているかと思うので、過去につけていた紙の手帳は捨ててしまいたくなりますが、ちょっと待ちましょう。捨ててしまうと手帳にしか残していない情報は消えてなくなってしまいます。自分の考えとかアイデアを書いておいた手帳や日記代わりに持っていた手帳は自分にとって大事なことが書いてあったりするんですよね。過去の思い出を手帳に書き込んでいたのを処分してしまうと、あの時どうしていたんだっけとふと思って読み返すこともできなくなります。行動記録代わりに日記をつけている人も多いと思います。そんな自分の履歴を唯一確認できる日記や手帳は貴重です。手帳を処分する前に過去の記録とか記入してあった連絡先を写真に撮ったり、連絡先リストに打ち込んで全てデータ化して残してから紙の手帳を処分しましょう。8. 貴重な思い出の品。思い出の品はじっくり考えましょう。皆さん、思い出の品が少なからずあると思います。子供が赤ちゃんの頃に着ていた服、子供が描いたお絵描きの作品、賞状や記念品など、日常生活では不要でもなかなか捨てられないものってあるんじゃないでしょうか。そういったものは思い出ボックスなどを用意して一箇所にまとめましょう。こういうものってたまに見返したくなりますよね。昔の思い出話で家族で話が盛り上がった時に一緒に見たり、また頑張ろうと気持ちを前向きにしてくれることもあります。なので使わなくても残しておくべきものはあります。同じようなものが大量にある場合は、これぞという一点だけを残すのもおすすめです。でもどうしても処分できない、これを手放すなんて悲しくなってしまうということもあるかと思います。そういう時は無理に捨てる必要はありません。本当に捨てたい、捨ててもいいやと思えるようになる時期を待ちましょう。もう十分持っていた、手放そうとさっぱりと気軽に感じることができるようになってから手放せばいいと思います。9. 基本的な日用品。毎日の生活に必要な調理器具、生活用品、日用品は自分にとってちょうどいい数というのがあると思います。他の人のブログや動画を見て、他の人が捨てているからという理由で自分まで過剰に手放す必要はありません。捨て活が加速すると必要なものまで不要に思えてくることがあります。ほうきやお掃除ワイパーを使えばいいと掃除機を捨ててしまったり、手洗いすればいいと洗濯機を手放してしまったり、床に寝ればいいと
ベッドを手放してしまったり、必要以上に服を処分してしまったり、お玉も1個でいい、フライパンも1つでいい、お皿も1枚でいいと過剰に捨て始めると止まらなくなって、生活に必要なものまで捨ててしまうのは良くないことです。料理が同時進行できなくて時間を無駄にしてしまったり、いちいち洗わなければならなくてやっぱり不便と買い直して余計な出費がかかったり、生活が不便になったりしては本末転倒です。他の人が捨てているから、手放しているからといって自分にとって大事なもの、便利なものは捨てないようにしましょう。10、季節のもの。1年のうちに使う機会が少ない季節のアイテムもつい処分したくなりますよね。クリスマスツリーとかひな人形、扇風機とか暖房器具は今使ってないし邪魔だから処分しようかなという気になってしまいます。でも季節のアイテムは今使わないからといって必ずしも不要なものではないので気をつけましょう。使う季節になってから手放す、手放さないを判断するようにしましょう。でももし何年も使っていないということであれば手放しても大丈夫だと思います。11、緊急時の必需品。防災グッズの箱やバッグに常備してある緊急時の必需品。これは捨ててはいけません。ラジオとか電池、懐中電灯、救急箱、非常時の生活用品は必ず持っておいて、定期的に点検して、古い食料品や水や薬は処分して新しいものに取り替えましょう。12、古い家電や携帯電話。昔の携帯電話には大事な画像や動画、メモなどのデータが残っていることがあります。廃棄する前に必ずデータをチェックしてダウンロードして保管したり、データを消去しましょう。以前私は携帯電話を処分しようとしたとき、子供が小さい頃の昔の写真や動画が残っていて慌ててSD カードに保存した経験があります。またコンピューターとかファックス、プリンターといった電気製品には個人情報が詰まっています。名前とか住所、電話番号、クレジットカード番号なんかの個人情報も入っているし、住所録に友人の情報なんかも入っています。こういったデータが残ったまま処分すると、個人情報が流出してしまい、悪用される被害に遭うこともあります。処分するときにはデータを消去したり、ハードディスクを外してから捨てたり、個人情報のデータを完全に削除してから手放すようにすることが大事です。後悔しない捨て活。捨て活では捨ててしまって後で後悔するというのが一番困ることですね。ではどんな捨て方で手放せば後悔するような捨て活にならないんでしょうか。そうならないための捨て活マインドのポイントを6点紹介します。1、買い直すことができないものは捨てない。もう二度と手に入らないものには慎重になりましょう。二度と手に入らないものでも、今の私には必要ないなと即決できる場合は捨てても OK です。でも捨てようか悩んで時間がかかる場合はしばらく待ちましょう。2、自分が大切なものまで捨てない。捨て活が流行っているからといって流されて物を捨てるのは良くないです。周りに流されると捨てなくていいものまで捨ててしまうことになります。特にあまり捨て慣れていない人はいきなり例えば思い出の品とか写真とか子供の作品とかハードルが高いものから手をつけないように気をつけましょう。3、迷った時は捨てない。迷ったら必ず捨てなければいけないというわけではありません。捨てないで
一定期間取っておくという選択肢もあります。一定期間経った後にもう一度見直して改めて決めればいいんです。捨てるか捨てないか迷ってもいいんだと思っておけば気が軽くなりますよね。4. 衝動捨てをしない。衝動買いと同じように衝動捨ても後で後悔します。捨てる捨てないの判断をするときは直感的に決める方が効果的ではありますが、何も考えないで反射的に捨てるのもよくありません。使っているか使っていないか、最後にこれを使ったのはいつか、この先また使うことはあるのか、必要か必要じゃないかを冷静に考えてから手放すようにしましょう。5. 捨てることを目的にしない。捨てること自体が目的になってしまうと、必要なものまで捨てたくなったり、捨てるものがないことにストレスを感じたりする場合があるんですね。週に1回ゴミ袋をいっぱいにして手放すといった捨て活目標を立てるような真面目な方に多いような気がします。でも捨て活によってストレスを感じてしまっては本末転倒です。視点を変えて物を捨てることではなくて、本当に必要なものを残すことを意識することをお勧めします。捨てることに対して執着しないように気をつけることが大切です。6. 無理やり捨てない。捨てなくちゃいけないと強い強迫観念を感じながら手放すと、後で後悔する可能性が高いです。これを捨てるときっと後悔するだろうな。でも捨て活をやってるから捨てなくちゃと無理やり捨てるのはよくありません。捨てたくないのに捨てたり、捨てた結果悲しい気持ちになるのは本末転倒ですね。捨てたらすっきりした、便利になったと嬉しい気持ちになるような捨て活をしましょう。捨て活をすると運気が上がるって言うし、頑張ろうと思って何もかも捨ててしまうと結局後悔することになります。さて、絶対にやってはいけない捨て活12選プラスアルファ、楽しんでいただけましたでしょうか？ぜひ参考にしていただければと思います。これを捨てて後悔してしまった。どうしてもこれが捨てられない。どうしたら捨てられる？といった疑問やご意見がありましたら、ぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見て、モチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。